大型のスーツケースをホテルへ運び込むカップル。そのスーツケースの使い道は2018年2月16日台湾台北市大道区。今までで最高のバレンタインデー。そんな言葉とともに SNS に恋人とのツーショットを投稿した女性の名はパン・ヒューウィン。香港に住む彼女は恋人のチャン・トンカとバレンタインを祝うために台湾旅行に来ていたのです。チャンにぞっこんだったパンは SNS でたびたび彼への思いを語っていました。会えなくなって初めてすごく愛してたことに気づくの。最初で最後の彼氏って言ってくれた。愛し合う二人にとってこの旅も最高の思い出になるはずでした。しかし実はこの後パンが生きて香港へ帰ることはなかったのです。それは恋人のチャンに元彼との性行為の動画を見せたから。熱愛していた彼に元彼との性行為動画を見せつけ殺害された女性。二人の間にあった愛情の正体とは。強い絆で結ばれているように見えた二人はいつ象に変わってもおかしくない危険な関係だったんです。おぞすけんちゃんです。みやみこ撮影してる時点ではね、まだ開催されてないんだけど、私すっごい楽しみなことがあって今。なんだと思う？ワールドカップ。いやその手前よ。 WBC よ。井上尚弥関係ある？ライトフライ級王者じゃないのよ、知ってるのにあんたボケてんだから。わかるよ。ボクシングなのはわかるけど。ボクシングじゃないのよ。ボクシングじゃワールド WBC でしょ。ベースボールクラシック。いやわかんないって。あんた本当に野球に興味ないわね。本当趣味が合わない男だったし。興味だってなんかボール家庭から当たったり痛いじゃん。大谷翔平とかが出るの楽しみじゃないの？前回大会の時にあなたとの熱量の差にちょっと絶望した覚えがあるから今回もそうだったけど、でもね、最も興奮すべきなのはアメリカがベストメンバーに近いメンバーで来てるってことよ。メジャーリーガーがね、それまでの大会では比べ物にならないけど強いから。じゃあ今までアメリカちょっと本ちゃんではなかったんだ。そうだからサッカーで例えたらさ、日本はブラジルみたいなポジションなわけよ。でアメリカがスペインとかどうかで、そのスペインが本気出してきたんだよ。スペイン対ブラジルみたいなこと楽しみでしょ。確かにね。見るでしょ。それだけ見るじゃん。多分決勝なのよ。そうなる。決勝なんだ。そう、これ多分公開される頃には結論出てると思うんだけど、じゃあちょっとどこが優勝するかまあちょっと予想しとこう。ちょっともう正解は出てると思うけど、せーの、アメリカ。今回は台湾旅行中のカップル間で起きた殺人事件をご紹介します。彼らは最初で最後の恋人というぐらいの熱愛カップルだったんです。ですがね、その裏にはとんでもない裏切りが隠されていたんです。表向きは仲良くしてたけど、裏では浮気してたみたいなこと？もうね、これ浮気どころの話じゃないんですよ。視聴者の皆さんはね、同じ目にあったら相手を許せるでしょうか？台湾旅行からの帰国の日、ホテルを後にする男の振る舞いには明らかな違和感があったんです。ピンクのスーツケース。2018年2月17日台湾台北市大道区。駅から徒歩5分の位置にあり、観光客御用達のパープルガーデンホテルから一人の男が姿を現しました。ピンク色の大きなスーツケースを引くその男の名はチャン・トンカ。彼の振る舞いは明らかに不審でした。スーツケースにはかなりの重量のものが入っているとみられ、チャンはやっとの思いでそれを引きずりホテルを後に。いくらお土産を買いすぎたにしても、単なる旅行でそこまで荷物が重くなるとは思えません。その重みの正体は、時は前日の夜まで遡り、夜市へ買い物へ行っていたチャンは一人の女性と共に連泊しているパープルガーデンホテルへ戻りました。その女性とは彼の恋人のパン・ヒューウィン。香港在住の2人はバレンタインデーと旧正月を祝うため台湾旅行に来ていたのです。2月8日から5日かけ、台南台中と北上しつつ観光を楽しんだチャンたち。3日前から台北のパープルガーデンホテルに滞在していた2人は翌日には帰国する予定でした。今までで最高のバレンタインデー。そんな言葉とともに SNS 上に2人の写真を投稿した彼女のパン。大好きなチャンとの約1週間の旅行に彼女は非常に満足している様子でした。お土産をたくさん買っていた2人は帰国に向けた荷造りのため、夜市で大きなピンク色のスーツケースを購入。彼女のパンは明日の夜帰るねと母親にメッセージを送っていたのですが、翌朝の午前11時、チャンはホテルの受付でチェックアウトの手続きをしました。昨夜一緒に部屋へ入っていたはずの恋人のパンの姿はそこにありません。そして彼女と一緒に買ったピンクのスーツケースを重そうに引きずりながら、チャンは街へ繰り出していったのです。何これ、絶対スーツケースにヤバいの入ってんじゃない。ほんとそこが気になるんですけど、カップルで旅行に行ったはずが一人で帰国したチャン。恋人のパンは一体どこに行ってしまったのか。置き去りの彼女。
2月17日の夜には香港へ帰ると話していたはずが、数日経っても家へ帰らず連絡も取れなくなってしまったパン。不審に思った両親はすぐに恋人のチャンに電話をかけました。するとチャンはこう言います。実は台湾で喧嘩してしまって別行動になったんです。その後彼女がどうしたかは知りません。恋人が失踪したというのに無関心なチャンのその言動はどこか不自然に思えました。そして彼の嘘はすぐに暴かれます。パンの両親は香港警察は当然のことを台湾へ向かい、現地警察にも失踪届を提出しました。そこから警察とパンが泊まっていたパープルガーデンホテルのオーナーが防犯カメラを確認。するとパンが失踪する前日の2月16日、彼女は恋人のチャンとホテルに入ったにもかかわらず、翌日チャンが一人でチェックアウトしていることが分かったのです。またパンの銀行口座からは彼女が失踪した後にも現金が引き出されていたため、警察は ATM の防犯カメラ映像も確認しました。するとその映像内では確かに彼氏のチャンが現金を引き出していたのです。これもうチャンが犯人で確定じゃない。記念日旅行みたいな感じだったのにさ、旅先で彼女殺してしかもお金まで盗んでるなんてさ、なんでそんな最低な結果になんのよ。旅行中にね、愛情が無に帰す何かがあったのかもしれません。この後ね、パンの遺体が発見されるんですが、その遺体からはチャンの殺意の理由も見て取れたんです。3月13日、香港警察はチャンを地元の将軍王署へ連行。パンの口座から勝手に現金を引き出した彼は窃盗容疑で取り調べを受けますが、尋問を受ける中でパンを殺害したこと、遺体を遺棄したことを自白したのです。遺体は筑井駅近くの草むらに捨てました。そう話し Google マップで具体的な位置を説明したチャン。台湾警察が筑井駅周辺を捜索すると、彼が話した通りの場所でパンの遺体が発見されました。遺体は死後約1ヶ月が経過しており、野ざらしの状態だったため一部が白骨化するほどに腐敗している状態。野犬などによる損壊も見られ、内臓の多くは欠損していました。DNA 鑑定の結果、その遺体は確かにパンのもので間違いないと判明。また彼女のお腹の中には2センチほどの小さな骨が。その骨はパンが身ごもっていた胎児の骨でした。お腹の子まで殺されちゃってたってことでしょ。それ何、妊娠について2人の間になんかトラブルがあったってことじゃない？鋭いですね。チャンが恋人のパンに殺意を抱いた理由をちゃんと知るには、2人がどういう関係を育んでいたのかっていうのを見る必要があるんです。運命ではなかった2人。後に被害者となるパンは香港カオルーン半島の将軍王という場所で生まれ育った女性。父親が自動車部品の輸出入代理店を経営しており裕福だった彼女は、学校も多数の有名人を輩出している名門校へ通っていました。しかし中学校卒業以降、パンに迷走の時期が訪れます。メイクやファッションが好きだった彼女は美容関係の学校へ進みますが、その後進路を考え直し銀行・金融業を専攻。そうかと思えばその学校も数ヶ月で退学してしまうのです。学校を辞め定職のないフリーターとなったパン。将来の見通しが立たず不安を抱えていたその頃、バイト先で知り合い交際し始めたのがチャンだったのです。そして実のところ、パンと彼氏のチャンは周囲から見れば住む世界が違う2人だったといいます。広東省深セン市の生まれで香港へ移住してきたチャン。彼は香港では珍しく殺人事件が発生したこともある治安の悪い地域で両親と暮らしており、育ちは決して裕福とは言えませんでした。学校もパンのようなエリート校ではなく、ビジネスの準学士課程を専攻していたものの、やがて中退しフリーターとなりました。傍から見れば不釣り合いだった2人は互いに将来に不安を抱えている状態だったこともあり、惹かれ合ったのかもしれません。そしてパンの両親は彼氏のチャンをあからさまに嫌っていました。それはチャンの生まれのせいもありますが、母親は彼と何度か会ったことがあり、陰気で挨拶さえまともにできない様子を不快に思っていたのです。ただしパンは両親とは違い、彼氏のチャンに夢中。会えなくなって初めて知らないうちにすごく愛してたことに気づく。彼は最初で最後の彼氏と言ってくれた。彼女はたびたびチャンとのツーショットを SNS に上げては彼への愛を語りました。アカウント名の一部にはチャンのイニシャルを入れているほど。そして強く愛し合っていた2人は交際から数ヶ月で子供を授かります。そうやってパンとチャンは周囲から反対されつつも着実に2人の未来を描いているように見えたのですが、2018年2月16日の深夜2時、台北市大道区のパープルガーデンホテルの一室から男女の怒声が漏れ聞こえていた。もうあんたなんて大嫌い！彼氏のチャンをヒステリックに怒鳴りつけるパン。
喧嘩のきっかけは帰国に向けた荷造りをめぐっての些細なすれ違い。2人は数時間前にも喧嘩をしており、そのわだかまりが残っていたためか、パンがまた怒り出したのだ。妊娠が分かってからずっとこうだ。2人は表向きは仲睦まじく振る舞っていたが、このところは妊娠中のパンの精神状態もあってか、同じような喧嘩が絶えなくなっていた。それだけなら大変な時期だから仕方がないとまだ片付けられたかもしれない。しかし、本当のことを教えてあげよっか。この子実は元彼の子なのよ。パンは彼氏のチャンを睨みつけ、我が子を宿したお腹をさすりながら唐突にそう切り出した。そんな、俺が初めての彼氏じゃ。元彼の話など聞かされていなかったチャンは激しく動揺した。そしてスマホを取り出したパンは彼を嘲笑うかのように元彼と性行為をしている動画を突きつけた。開いた口が塞がんないわよ。あんなに速攻だったのにSNS とかに投稿してたそういう愛の言葉みたいなのが全部上辺だけだったの。というよりはチャンを理想の彼氏だと思い込んでいた可能性が高いんです。パンのこの行動はスプリッティングと呼ばれ、失望した時の落差っていうのがかなりでかくなっちゃうんです。本日のメトラキーワード、スプリッティングについて。スプリッティングとは、自分や他人に対しいい部分悪い部分の両方があると考えられず、どちらか一方でしか捉えられなくなる心の防御反応。いい部分だけを見る理想化と悪い部分だけを見る脱価値化に分けられます。最初で最後の彼氏、今までで最高のバレンタインデーなどとチャンを過剰に肯定していたパンは、おそらく彼を理想化し、いい部分だけを見ていました。これはいい部分が悪い部分によって壊されてしまうことを恐れるがゆえの反応。スプリッティングの状態にある人は、理想化した相手の悪い部分が見えるのを強く恐れているため、期待を裏切られると態度が急変します。この反応が脱価値化。パンがチャンに対し元彼との性行為の動画を見せつけたのは、失望から無価値な存在となった彼を徹底的に踏みにじるためと考えられるのです。パンがスプリッティングの状態にあったのは、おそらく恵まれた境遇に生まれながら将来の見通しが立たず、さらに元彼の子を妊娠している罪悪感もあってのこと。その不安定な精神状態から自分は幸せだと思い込もうとするあまり、彼女はチャンのことを過剰に理想化していたと考えられます。そしてチャンへの失望から怒りをあらわにし、彼に元彼との性行為中の動画を見せつけたパン。その瞬間、チャンは頭が真っ白に。彼氏のチャンはパンの頭をつかみ、何度となく壁に打ちつけました。その上で彼は背後から両手で首を絞め、約10分の揉み合いの末、パンを絞殺。遺体を折り曲げて、その日の夜市で買ったピンクのスーツケースに押し込むと、あれだけ愛していたのが嘘かのように一人で眠りについたのです。翌朝、チャンは恋人パンの所持品を分別した上で、ホテルのゴミ箱、近隣のゴミ捨て場に捨てました。そこから電車で40分かけて移動し、筑井駅の裏手にある草むらへ遺体を遺棄。この場所は人通りもそれなりにある場所だったのですが、川沿いで魚の死骸の匂いなどもあり、遺体は約1ヶ月も発見されなかったのです。チャンは自分を蔑んだことへの慰謝料とでも言うかのように、パンの荷物からお金になりそうな iPhone とデジカメ、キャッシュカードを盗んでいました。彼はパンのキャッシュカードで2万台湾ドル、当時のレートで約7万6000円ほどを引き出し、その日のうちに帰国。本当はこの後も数日、台湾を遊び歩こうと思っていたと言いますが、すぐに帰国したのは冷静になり、恋人を殺害してしまった後悔に苛まれたからかもしれません。チャンが怒る気持ちも分かんなくはないんだけど、それでも殺してお金まで盗んでってさ、極端な行動取りすぎよ。それだけチャンも彼女のパンに依存してる部分が大きかったんだと思います。お互いにね、相手に夢を見すぎていたんで、裏切られた時の反動っていうのもかなり大きかったんです。事件から1年後の2019年4月29日、地元の香港で裁かれることとなったチャンが判決の日を迎えました。恋人を殺害し、1ヶ月もその事実を隠していた彼に下された判決は、禁錮29ヶ月。殺人を犯した人間に対し、あまりにも刑が軽すぎるように思えますが、これは事件が地元の香港ではなく台湾で起きたことが関係していました。香港の刑法はその適用範囲について、国内で起こった事件に限定する属地主義を採用しています。そのため台湾で行われた殺人に関しては裁く権利がなく、チャンがパンの現金などを盗み使用したことに対する犯罪収益取扱罪でしか起訴ができなかったのです。
結局チャンは景気短縮などにより約半年後の2019年10月に出所。台湾の警察は殺人及び死体遺棄の容疑で逮捕状を取りましたが、香港との間で犯罪人引き渡し条約が結ばれていないため、その後の引き渡しは行われていません。この件が問題視され、香港政府は台湾やマカオ、中国本土への犯罪人引き渡しを可能にする盗犯条例の改正案を提出。この施策は亡くなったパンに対する正義のためと銘打たれていましたが、香港市民の大反発を呼びました。市民が反発したのは主に中国本土への引き渡しに対する恐怖から。中国の司法は政府によって強力にコントロールされており、法の名のもとに人権侵害が横行している懸念があります。中国本土と犯罪人引き渡し条約を結べば罪をでっち上げられ、本土へ無理やり連行されるものが出てくると市民は恐怖したのです。こうして大規模なデモが展開された結果、盗犯条例の改正案は撤回されることに。このように事件はチャンの殺人そのものとは無関係のところで社会問題となり、名前が知れ渡った彼は出所後もその影響を受けています。2019年10月23日の出所時、チャンは遺族に謝罪の意思を示し、台湾へ行って出頭すると明言しました。しかし2026年に至っても台湾と香港の政治的対立によって渡航すら実現していない状態。反政府デモの影響からチャンが社会に出れば大きな騒動になるとされ、現在彼は山奥で一歩も外に出られない生活を送っています。一日中ゲームをしたりテレビを見るだけで、食事も全てデリバリー。チャンの世話をしている牧師に至ってもその軟禁生活が最善の選択だと話しているのです。一方で遺族は娘パンの死を政府に利用されるだけ利用され、その後チャンが法の裁きを受けていないことを遺憾に感じています。彼に出頭を促すため、事件で使用されたピンクのスーツケースと同じ型のものを送りつけたことも。チャンも本当は罪を償いたいのかもしれないけど、国同士のいざこざで裁かれないみたいなのはもう歯がゆくてしょうがないもんね。これ正式に裁かれても遺族の悲しみだったり怒りっていうのは消えることはないかもしれないんですけど、自らちゃんと出頭してくっていうのが見せれる唯一の誠意なんじゃないかなって僕は思います。チャンを理想の彼氏と捉えることで、見通しが立たない人生に対する葛藤や不安をごまかそうとしていたパン。チャンにとってもおそらくそれは同じこと。裕福ではない生まれから劣等感を抱きやすい境遇にあった彼にとって、お嬢様育ちの彼女の存在は自尊心を支える柱になっていたと考えられます。パンのお腹の子は元彼の子という告白と、元彼との性行為中の動画はチャンのその自尊心を一瞬で崩壊させました。このようにこの事件は被害者加害者それぞれが恋人に依存し、自分の存在価値だと思っていたゆえに起こったもののように見えます。あなたはパートナーに依存しすぎてしまったことがありますか？相手の存在が自分の存在意義のように感じる関係は時に危険なこともあるかもしれません。おそっす！この度ですね、僕が運営しているシーシャバーシュメルの新しいね、メンバー募集をね、行いたいと思います！本当にありがたいことに、オープンからね、半年以上経ってね、お客さんも増えてきたんで、この度ね、2名限定ではあるんですけど、新しくね、メンバーを募集したいと思います。でですね、働く環境なんですけど、C 社歴ね、10年以上のね、メンバーの教育体制っていうのも整ってるんで、基本的にはね、未経験でも OK です。経験者だったらね、なおさら嬉しいんですけど、ただね、我々お客様にちゃんとしたレベルの C 社を提供したいので、未経験の場合は研修期間っていうのがしばらくあるんですけど、それをご了承いただければと思います。あとはね、働く環境としてはアンティークとジャズの空間で C 社を据えるっていうね、そういう素敵な空間で働けますっていうところと、あと、恵比寿駅の日比谷線4番出口からね、徒歩10秒っていうところで、雨の日でも割と通いやすいんじゃないかなっていうところです。あとは髪色とかネイルとか髭とかピアスっていうのは基本的には自由なんですけど、清潔感とか業務に支障がない範囲であれば OK ですっていうところで、ここもね、迷う方いたらね、ぜひご相談いただければと思います。で、求める人物像みたいなところなんですけど、何事も前向きに考えてね、物事に取り組める方っていうところと、あと新しい挑戦などを積極的に行える方。あとは最高の空間をね、作り上げて、シュメルのね、場を盛り上げて、お客さんに価値提供したいなって思える方。あとはシュメルの、理念に共感できる方っていうところで、いろいろあるんですけど、詳しくはね、概要欄、固定コメントのね、ウォンテッドリーのリンクから応募していただければと思います。最初のね、面接はね、メンバーがやらせていただいて、二次面接はね、僕がね、直接ね、させていただくんで、ぜひぜひね、応募いただいてね、ぜひ一緒にシュメルでね、働ける方と出会えたら僕も嬉しいんで、迷ったらまずはね、応募していただければと思います。というわけでね、引き続き、シーシャバーシュメル、そしてアルゴメトリをよろしくお願いします。